ママ、見て、ありがとう、大好き。息子さんが今日、あなたに最初にかけた言葉を覚えていますか？実は、男の子が何気なく口にするたった一言に、その子がどれだけ深く愛されて育っているかが、驚くほど鮮明に映し出されているんです。私たち人間は、数万年の進化の中で、言葉を通じて、愛情を受け取り、それを自分の言葉として表現する独特の能力を発達させてきました。見落としがちですが、子供の日常的な言葉選びには、親子関係の質が隠されているということをご存知でしょうか？発達心理学や言語発達研究、そして感情発達の分野では、愛着形成と言語表現の関係性について数多くの調査が行われてきました。最新の研究からは、温かい家庭環境で育った子どもたちには共通する言葉のパターンがあることが明らかになっています。今日は愛されて育った男の子がよく使う10の言葉をご紹介します。お子さんの言葉を振り返りながら一緒に見ていきましょう。この動画を見終わる頃には、お子さんの何気ない一言がどれだけ愛情の証なのかを実感していただけるはずです。1、小さなことにもありがとうと言える。お子さんがお茶を注いであげた時や、落としたものを拾ってあげた時に、自然とありがとうと言ってくれることはありませんか？こんな小さなことでも感謝を言えるなんて素敵ですよね。スタンフォード大学の研究では、家庭内で頻繁に感謝の言葉が交わされる環境で育った子供は、自然と感謝表現を身につける傾向があることが示されています。親が日常的にありがとうと言い合う姿を見て、子供はその大切さを学んでいるんです。でも、うちの子はまだ小さいのに、こんなことで感謝を言えるのかしら？と思われるかもしれません。大丈夫です。小さな感謝を伝えられるのは、家庭で十分に感謝されてきた証拠なんです。お子さんが、ありがとう。と言ったときは、そう言ってくれて嬉しいよ。と返してあげましょう。この小さなやりとりが、子供の感謝の心をさらに育てます。この習慣は、将来、周囲の人との関係を築く上で、かけがえのない財産になります。感謝を自然に伝えられる人は、どこに行っても愛される存在になれるんです。2、達成を見てもらいたいママ、見てが言える。お子さんが、泥だらけになりながら、ママ、見て、カブトムシ捕まえたよ。と興奮して、駆け寄ってきた経験はありませんか？レゴで作った車を嬉しそうに見せてくれる姿、微笑ましいですよね。東京大学の子ども発達研究チームの調査では、日常的に見てという頻度が高い男の子ほど、探求心や学習意欲が高い傾向があることが分かっています。承認されることで分泌されるドーパミンが、子どもの学習回路を活性化させているんです。でも、いつも見て見てって言われて、正直疲れることもあって、というのは、とても正直なお気持ちですよね。完璧に対応する必要はないんです。お子さんが、見て、と言ったときは、スマホを置いて目を見て、すごいね。どうやって作ったの？と具体的に関心を示しましょう。たった30秒の注目が、子供の達成意欲を大きく育てます。この承認欲求の健全な発達は、将来、失敗を恐れずチャレンジできる心の土台になります。見てと言える子は、自分の成長を信じる力を持っているんです。3、素直にごめんねが言える。お友達とぶつかってしまった時や、何か失敗をした時に、お子さんが素直にごめんね、と言えることはありませんか？自分の間違いを認めるのは、大人でも難しいことですよね。ハーバード大学の研究によると、心理的安全性の高い環境で育った子供は、謝罪することへの抵抗が少ない傾向があるとされています。つまり、家庭で間違いを責められず、受け入れてもらえる経験が、素直な謝罪につながっているんです。うちの子は謝れるけど、これって甘やかしすぎないかしら？と心配されるかもしれませんね。でも、安心してください。素直に謝れるのは、失敗しても愛されているという確信があるからこそ、なんです。お子さんが謝った時は、言えて偉かったね。と認めてあげましょう。そして、次はどうすればいいかな？と一緒に考えることで、さらに成長を促すことができます。この能力は、将来、人間関係のトラブルを円滑に解決する力になります。謝罪できる人は、周囲からの信頼を得やすく、長期的な関係を築くことができるんです。4、困った時に助けてと言える。お子さんが難しい問題に直面した時や、
一人では解決できない状況で、素直に助けてと言えることはありますか？助けを求めるのは、決して弱さではなく、むしろ大切な能力なんです。東京大学の研究では、適切に援助を求められる子どもは、自己認識能力が高く、問題解決能力も優れている傾向があることが分かっています。親に安心して頼れる経験が、この能力を育てているんです。でも、何でも助けを求めてきたら、自立できないんじゃないかと、不安に思われるかもしれません。実は逆なんです。適切に助けを求められる子は、自分でできることとできないことの区別がついているんです。お子さんが助けてと言ったときは、すぐに全部やってあげるのではなく、どこまでできた？何が難しい？と対話しながら、必要な部分だけサポートしましょう。この力は、将来、社会で協力し合いながら、大きな仕事を成し遂げる基盤になります。適切に助けを求められる人は、チームワークを大切にし、周囲からサポートされやすいんです。5. 他者を励ます。大丈夫だよが言える。お友達が転んだ時や、誰かが悲しそうにしている時に、お子さんが、大丈夫だよ、と声をかけることはありませんか？他者を思いやる言葉は、心の成長の証ですよね。大阪大学の研究では、家庭で十分に安心感を得ている子どもは、他者への共感能力が高まる傾向があることが示されています。自分が大丈夫だよと言ってもらえた経験が、他者への優しさにつながっているんです。でも、うちの子はまだ小さいのに、こんなに人の気持ちがわかるの？と驚かれるかもしれません。素晴らしいことです。これは、お子さんが家庭で十分に受容されてきた証なんです。お子さんが誰かを励ましている姿を見たら、優しいね。あなたの言葉で、お友達も安心したと思うよ。と伝えてあげましょう。この言葉かけが、さらに思いやりの心を育てます。この能力は、将来、リーダーシップや人を支える仕事で発揮されます。他者を励ませる人は、周囲に安心感を与え、信頼される存在になれるんです。6. 協力を提案する。一緒にやろうが言える。お子さんが、お片付けの時や遊びの場面で、一緒にやろう、と声をかけることはありませんか？協力を提案できるのは、社会性の高さの表れなんです。スタンフォード大学の研究によると、協力的な家庭環境で育った子供は、自然と協調行動をとる傾向があるとされています。親が子供と一緒に何かを楽しむ経験が、この言葉を育てているんです。でも、一人でできることも、いつも一緒にって言ってくるのは、甘えすぎじゃないかしら？と感じられるかもしれませんね。でも、心配いりません。一緒にという言葉は、孤独を感じていない証拠なんです。お子さんが、一緒にやろう、と言ったときは、時間が許す限り、一緒に取り組んであげましょう。そして、一緒にやると楽しいね。と共有することで、協力する喜びを実感させてあげられます。この姿勢は、将来、チームプレーやプロジェクトを進める上で、大きな強みになります。協力を提案できる人は、周囲を巻き込み、大きな成果を生み出すことができるんです。7. ポジティブな感情を楽しかったと表現できる。お子さんが公園から帰るときやお友達と遊んだ後に楽しかった、ということはありませんか？自分の感情を言葉で表現できるのは感情発達の重要なステップなんです。ハーバード大学の研究では、ポジティブな感情を言語化できる子供は感情調整能力が高く、メンタルヘルスも良好な傾向があることが分かっています。親が子供の楽しい気持ちを共感的に受け止めることで、この能力が育まれているんです。でも、うちの子は何でも楽しかったって言うけど、本当にそう思っているのかしら？と疑問に思われるかもしれませんね。大丈夫です。楽しさを素直に表現できるのは、感情を肯定されてきた証なんです。お子さんが、楽しかった、と言ったときは、どんなところが楽しかった？と具体的に聞いてあげましょう。この会話が、感情をより豊かに言語化する力を育てます。この能力は、将来、自分の幸福感を高め、充実した人生を送る基盤になります。ポジティブな感情を表現できる人は、周囲にも良い影響を与え、豊かな人間関係を築けるんです。8. 好奇心を込めた、どうしてが言える。お子さんが、日常の様々な場面で、どうして、なんで、と質問してくることはありませんか？質問攻めで大変な時もありますよね。東京大学の研究によると、
質問を受け入れられる環境で育った子供は、探求心が高く、学習意欲も旺盛な傾向があることが示されています。親が質問に丁寧に答えたり、一緒に考えたりする経験が、この好奇心を育てているんです。でも、忙しい時にもどうしてって聞かれると、正直疲れてしまうこともあって、というのは、とても正直なお気持ちですよね。完璧に答える必要はないんです。お子さんが、どうしてと聞いたときは、忙しい時でも、いい質問だね。後でゆっくり一緒に考えようか。と伝えましょう。質問自体を認めることが、探求心を守ることにつながります。この好奇心は、将来、学問や専門分野で深く探求する力になります。なぜと問える人は、物事の本質を見抜き、イノベーションを生み出す可能性を持っているんです。9. チャレンジ精神を示す。自分でやってみるが言える。お子さんが、靴紐結びや難しいパズルに挑戦するときに、自分でやってみる。ということはありませんか？何度も失敗しながらも、もう一回やってみる。と言い続ける姿、たくましいですよね。ハーバード大学の研究では、自発的にチャレンジ発言をする子どもは、学習に関わる脳の活動が活発になる傾向があることが分かっています。やればできるという自己効力感が脳の学習回路を最大限に活性化させているんです。でも、一人でやろうとして失敗ばかりしていると、自信をなくさないかしらと心配されるかもしれませんね。でも、大丈夫です。チャレンジする過程そのものが、将来のやり抜く力を育てているんです。お子さんが、自分でやってみる。と言ったときは、見守りながら応援してあげましょう。失敗しても、惜しい。もう少しだったね。次はここを変えてみようか。と建設的に声をかけることが大切です。この自己効力感は、将来、困難に直面しても、諦めずに挑戦し続ける力になります。やってみようと思える人は、人生で大きな成果を手にすることができるんです。10. 愛情を言葉で、好きだよと表現できる。お子さんが、ママ好き、パパ好き。と、愛情を言葉で伝えてくることはありませんか？照れずに愛を伝えられるのは、本当に素晴らしいことなんです。大阪大学の研究によると、愛情表現が豊かな家庭で育った子供は、感情表現能力が高く、人間関係も良好な傾向があることが示されています。親が愛情を言葉と態度で示すことで、子供もそれを自然に表現できるようになっているんです。でも、男の子なのに、こんなに愛情表現をしていて、将来たくましく育つかしらと不安に思われるかもしれませんね。大丈夫です。愛情を素直に表現できることは、感情的な強さの証なんです。お子さんが、好きだよ。と言ったときは、私もあなたが大好きだよ。と同じように返してあげましょう。この愛情の循環が、子供の心の安定基盤を作ります。この能力は、将来、深い人間関係を築き、愛する人を大切にする力になります。愛情を表現できる人は、豊かな人生を送り、周囲にも温かさを与えられる存在になれるんです。最後に、今日ご紹介した10の言葉、いくつ当てはまりましたか？これらの言葉に共通しているのは、どれも安心して自分を表現できる環境で育まれるということです。お子さんが使う何気ない言葉一つ一つが、あなたがこれまで注いできた愛情の証なんです。完璧な親である必要はありません。忙しい毎日の中で、精一杯お子さんと向き合っているあなたは、すでに素晴らしい親なんです。お子さんの言葉を通して、それが伝わってきていますよ。このチャンネルでは、科学的根拠に基づいた子育て情報をわかりやすくお届けしています。お子さんの成長を一緒に見守っていきたいという方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。また、お子さんが使う心温まる言葉があれば、コメント欄でぜひ教えてください。皆さんのエピソードを楽しみにしています。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。